劇的に別車や。怖くなく攻めていけるっていうか、超快適高速ドライビングって感じ。かなり車の足回りのレベルが今高い。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はですね、袖ヶ浦フォレストレースウェイにやってきました。そしてですね、今日試乗するのはこちら GR ヤリスでございます。2020年モデルからですね2025年まで5年の月日を経て24年に大きな改良が加えられましたけれども、25年モデルも発表されました。というわけでですね、今日は20モデルと25モデル試乗させていただけるということなんですよね。というわけでこちらの方お届けしていきたいと思います。 MT、AT 両方乗りましたので、皆さんぜひ最後までご覧ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。でですね、改めましてこのですね20の GR ヤリス、試乗したいと思います。で20なので発売されてすぐのモデルで、このヤリスに関してはエンジン改良と呼ばれる変更が本当にいろいろなされているので、呼び方が分かんなくなるから変えようってなったんですって。なので今回からですね、今年からこの呼び方がですね20式、24式、25式みたいな感じで年号で呼ばれるようになりました。ですから2025年からもまた新しい改良が加えられてね、刷新されましたけれども、それはね25式になります。いやー、何を改良するとこがあるのって思うぐらい今乗ってもめっちゃ楽しい。マジでなんなんこれ、本当楽しいですよ。で踏みやすいし、やっぱなんか結構 GR ヤリス私タフなシチュエーションで乗らせていただくことが割と多かったんですけど、それも今日はドライですごい暑い中でめちゃめちゃハイグリップで乗らせてもらってるので、車側がめっちゃ粘ってくれる感じもあってものすごいね楽しいです。ただただでさっきね1本目の走行行ったんですけど、もう楽しすぎてあんまりなんか攻めれなくてあんまり喋れなくて、なんか全然普通に走っちゃったんですけど、でもそれしたくなるぐらいすごいテンポよく走れる、ね、いい車だなって普通に改めて今思ってるんですが、これをですよ今からどこをどう変更するのこれ。この立ち上がりとかもまだまだいけるな。すごい気持ちいい。ただねレブ結構すぐ当たってそれで止まっちゃうんですよね。でこのレブリミットに当たって、レブをキープするのが 0.4 秒とかが、この世代になりますよね。でそれが25年式になるとちょっとこのレブ当たったまま3秒ぐらいキープしてくれるみたいな感じの変更も行われているらしいので、その辺はちょっと見ていこうかなとも思ってます。いやでも普通にハイグリップだしめっちゃ楽しいですよね。普通に気持ちいいんですけど、でそのちょっと2足に入りづらいんですよ。でここが気持ちよく走ってて2足入れるのにこれ男性は大丈夫なのかな。私こっち側の筋肉がないのかも分かんないんですけど、なんかあんまり上手にシフト入れられないんだよな。この2足の渋さがね、なんかこれ前ももしかしたらなんか言ったかもしんない。なんかね GR ヤリスの時って私ねこの2足が結構毎回しんどいんですよね。でこれをですよなんかできたらいいのになっていうのと、やっぱりハーハーしてきちゃった楽しくてハーハーしてきちゃいましたよ。もうこの吹き上がりめっちゃいいですよね。もうね集中しちゃってね全然喋れなくなっちゃいますけど、なんかこんな感じで、とにかく今乗っても普通に楽しいし、やっぱり GR ヤリスの決闘ってここから始まったんだなっていう息吹を感じられる、そんな出来にもなってるかなと思います。ややちょっとやっぱりでもこうバタバタっとしたりとかするところは、なくはないのかな。ないのかな。いやなんかすごい楽しいけどね。さあというわけで25モデルです。うわ
速っ、速っ速っ速っ、うわ安定、言葉しか出てこない。なんだこれ、あれなんかギア1段ちょっと変わってもいいぐらい。うわー伸びる、嘘でしょ。ここさっきまで4速でしたよ。でこうやった、ちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って今ちょっと撮影器具の不具合があって、ちょっとわーすごいスムーズだ、なんだこれは、わー劇的に別車や、シフトもエンジンがまずすごい、吹けが全然違う。しかもめっちゃ粘る。いやーなんじゃこれ、全然ちゃうやん、全然ちゃうやん。うわー回る回る。いやトルクすごすぎてゴンってなったわ。さあというわけでですね、ちょっと撮影トラブルで一旦カットしましたけれども、さあ2号モデルでございます。すごいなんか安定してるからめちゃめちゃあっという間にレブリミットに当たっちゃうんですよ。だからちょっとちょっとなんか自分がさっきの車速に合わせてちょっとジタバタしちゃうかもしれないです。これは面白いですね。全然別車だ。なんかやっぱ1個お兄さんになってますね。これはすごい。で、うわ粘る、すごい粘る。全然フロントが逃げない。うわ入るすごいなこれ。でそのめちゃめちゃ滑らかに回るので、逆にギア1個下でもまだいけるみたいな感じもあります。うわこれは別物だわ。今走りながら集中しちゃってるので全然喋れないんですけどなんかねめちゃめちゃすごい挙動が落ち着いた、マジでなんていうの、こう全然ですね怖くなく攻めていけるっていうか、相変わらずやっぱりヒール&トゥーめちゃめちゃしやすいので、このこっちょこまかシフトを変えないといけないようなサーキットでも全然なんていうのかな、苦じゃない、むしろ楽しいっていうのがあると思います。全然車速上がってますもんね、余裕で。うわこんなに違うんだ。まず本当にすんごいしなやかです。あと曲がっちゃう、すごい。今ですねコーナーの中にもう寄ってっちゃうぐらい踏んだらグイーって前に進んでっちゃうんですよね。これがすごい。いやー本当にね2速3速ぐらいが本当に気持ちいいので、この車はもうちょっとやばいね、乗らせてくれるよね本当にね。で、25になってるんですけれども、25になる前に実はですねこのヤリスは、ご存知の通りうちのねチャンネルでもお届けしてきましたけれども、24年、24にですね大きな、変更が行われています。でそこでそもそもですねこの MT モデルに関してはですねベースが整ったという感じなんですけれども、まずですねやっぱりボディの強化であるとか、あとですねこの走行モードが大きく変わりましたね。でここもですね大島和也選手が細かくセッティングをしまして、そして、この DT じゃないわ、この MT のですね走行モードが、また新しく変わってきたよというのがこの時代でございます。でだから走行モードね、で今スポーツにしてます。スポーツにすると、その前後のですね駆動配分が変わっていくっていうのがあるんですけれども、この走行モードの変化があることによってものすごいですね本当にこう味が全然変わるので、ちょっと変えてみたいと思います。走ってる最中に変えられます。でそれがこれ、トラックモードはプッシュすればいいのか。今トラックモードにしましたよ。わー押し出しなるほどね。うわ
押し出し面白い。ちょっとなんか全然こうなんか車の方向性が曲がるめっちゃ曲がる楽しみすぎですよね。すいません、本当に楽しみすぎちゃってすいません。こうなるんですよ。ドリみたいにもなる。いやこれしかも安心して攻められます。だからやっぱこれを体験してしまうと20式はちょっとなんかやっぱやんちゃすごい荒削りだったんだなっていうのはすんごい思いますね。なのにこんなに洗練されて、しかも余計にスポーツ走行が楽しくなってるっていうね、この面白さなんだろう。これシフトタイミングとかももちろんあるんですけど、全体的にその制御が強調されたっていう感じなんですよね。なんかその方向性が揃ったっていうか、チューニングが整ったみたいな感じ、そのサウンドが全て綺麗にこうハーモナイズされたみたいな感じです。なのでこう車の挙動を全体的につかみやすいし、さっきに比べて私がすごい余裕を持って運転しているのがと、あと圧倒的に車速が上がってるっていうのが分かっていただけるかと思うんですけど、これはね本当にねこんなことになるんだな。ほら見てよ私ちょっと運転上手くなってるじゃんすごい楽しい。めっちゃ瞳孔開いてます私今。ほら全然怖くない。これ運転上手くなりますよ、これ乗ってたらマジで。だって踏みたくなるんだもん。やばい、本当にすごい。しかもその挙動が私荷重で曲げていくのがすごい好きで、荷重で曲げるのが好きな、だからちょっと結構その車高が高い車の人、荷重で曲げるのが好きな人のタイプはもう絶対これ好きだわ。だからハンドルでこじるじゃなくて、この車をちょっとこうなんていうかな、なりでやりたいみたいな感じの人はすごいいいと思います。見たねえ見た。おいしいっちゃう。あとねブレーキもやっぱすごい良くて、見たやっちゃいましたよ。こんなことになっちゃうんですよ。楽しくてやばいね、この子は本当に罪な子だわ。まだいけると思うもんね。やばい、本当に楽しい。何これ、ちょっと知らない世界をまたこの子が教えてくれている。曲がるからインカットしそうになっちゃった。さあ DAT です。この縦引きのねパーキングブレーキがあるんですけど、これは今日は使いません。でトラックモードでいきたいと思います。 CK ラッシャルもありますね。これ倒して前がマイナスはちょっとドライブできますね。でこれですよ皆さん、私のですねニュルキ見ていただけましたか。ニュルキめっちゃ増える。おーなんか硬い。おおわー素直ですね。これはなんだろう、なんかアクセルペダルに2段階あって、でその先にですね勝手にシュートアップしましたよ。でここで私はここでですね3速にしておりましたけど、やっぱ3速に落としてる。でここで2速に落ちた。すごい賢い。このですね、私はそもそもDAT 推しなんですけれども、何がいいってもうハンドリングにめちゃめちゃ集中してくれるのと、あと今までですねその AT 系のスポーツカーにあったたるさがないんですよ。これは24の時のプロトタイプに乗った時も思いましたけれども、このそもそもね DAT の
制御自体が、全日本ラリーの場でね鍛えられて行われてきたというところも大きいかと思います。新海さんがね中心になってこの DAT は開発をされましたので、この引っ張るっていうことがすごくこう重視されてるんですよ。でさらに言うならば、その引っ張るのところがさらにですね拡大されたのがこの25です。だから24の時からそもそも良かったんだけど、それがさらにですね25になって洗練されたというところがまずポイントになってくるかと思います。でしかもですねこのシフトタイミングなんですけれども、なんと学習機能がついていて、1周目はですね私じゃなくて前の人のその癖を学習しているので、ちょっとその辺がですねうまくリンクしないんですけれども、この2周目ぐらいからは私のアクセルの癖とかブレーキの癖とかを学習してですねシフトタイミングを最適に合わせてくれるんだそうです。そんな細かくマネジメントしてくれてるんだねと思ってびっくりしてるんですけど、確かにもうリニアほら全然なんかさっきまでのちょっとこう遅い感じもない。すげえなすっげえぞおー気持ちいい、これはただただ楽しいいやーマジすごいわ。こう急ブレーキした時にこうブルブルってなるぐらいまで逆に踏める。でこの車その相当なところまでブルブルしないんですけど、それでもさせるぐらいまで踏んでいける。このしっかりその踏んでしっかり車速を落として次の立ち上がりに向けて加速していけるっていうのもめちゃくちゃ素直です。でそうアクセルのねその先に1段階そのキックバックみたいなところがついてて、それがちょっとクリック感が気持ちいいっていうのもありますね。超快適高速ドライビングって感じ。あとですねステアリングの電子制御ですね、この電動ステアリングの制御もですねちょっと変わりました。でこちらもですね良くなってるので、今ちょっと滑っちゃったけどここもすごいリニアになりましたね。クイックすぎずでだるすぎずで、ここで変更されました。トラックモードに変えてみたいと思います。でもねトラックモードにするとすごいね不思議なんですけど転がり感が上がるんですよ。これは MT の時もおーって私が言って全然言葉にできなかったからそういうことなんですけど、なんかねコロンって転がるようになるんですよ。なんか車速が上がったような感じがする。でこれが多分ねリアからの押し出し感につながってくるんだと思うんですけれども、非常にですね前に転がっていく感がします。だからこのサーキットには合ってるかも、このトラックモードが。なんでこんなしなやかなのにこんな機敏なんだろうか。いい車作りましたね GR は楽しいね。ニュルの放送を見ていただけましたかと冒頭に言いましたけれども、私のニュルレポートこれからもちょっと上げていく予定なんですけれども、森蔵さんがですね当初75周だった予定を大幅に超えてですね、あれどれぐらい乗ってたんだろう、すごい乗ってたんですよ。で私それ現場で見てたので、森蔵さんがドライブしてるのを全然降りてこないじゃんっつって、で私ピットレポーターだったので森蔵さんが降りてくるレポートをしないといけないってあれですけど、もう全然降りてこないから大丈夫みたいな、ピットでずっと待ってたの降りてくるのを。でも全然降りてこなくて、で降りた瞬間にすんごい笑顔だったんですよ。降りてきた瞬間にいい車ですってね、厳しい森蔵さんがですよ、そんなこと自分のとこの会社の車に言うなんてよっぽどですよ。車速で走ってですよ、運転めっちゃうまいですからね森蔵さん。これはねでもね本当にそうかも、なんかこの車すごい楽しいかも。たゆたう感じの中にすごいシーンがあって、これこそアッパーマウントが3点になってたりとかして、このエンジンルームがやっぱりすごいそのシャシーが固まってるっていうのももちろんあると思うんですけど、それに合わせてねサスペンションのチューニングも変えたりとかしてるっていうこともあるんですけど、本物グラベルにする？はい、グラベルモードにしました。いやどっちも楽しいな。ちょっと違った楽しみありますね。で明確に味は違います。こっちの方が鼻が入る、ぐいっと鼻が入る感じです。だから前寄りになってるのかな。ほらちょっとこう先で書いてくれてる感じがしますね。でさっきからちょっともうタイヤのグリップ限界を超えていて、
ちょっとねずるって滑ったりとかもしてるんですけれども、そういう時にも電子制御がもうしっかり入っていてめちゃくちゃ安心なんですよ。だからこうちょっと攻めすぎても自分がちょってこうね修正度を合わせたらあとは全部車が処理してくれるっていう安心もあります。だから大島和也選手もねさっき、その冒頭にも述べてたんですけどこんな感じなんですけど、20式でトラック50サーキットはここがいいだろうということでやってきたんですけど、その後よりもっと細かくもっといいところがないかっていうのを探してきたところ、53対47 1% 刻みでいろいろ見ていったんですけど、ここがすごく、アンダーステアが出にくくてすごくいいバランスだったのでこれを入れてきています。それに加えて可変式の、制御これのレベルがどんどん上がってきたのでこれも採用してます。最初やっぱりドライバーが意図しないところでちょっと可変するのでちょっと気持ち悪さとかも目立ってたんですけどその辺はかなり改善されてます。ちょっと気になるところはあるもののやっぱ旋回性が上がってきてるのでタイムを出しに行くには有効なのかなと思ってます。はい、トルク配分以外にも減速時のリアの低血とかがなくなってたりでちょっと不安定に感じる人もいるかもしれないですけどより曲がりやすくなってます。で今やそのニュールのねドライバーとかももう電子制御があった方が楽だから電子制御を使うっていう、おおほらほら見た、今これこそ多分グラベルモードの妙味なんですけど全域ドリフトみたいな感じでこうずるーって回っていけるんですよ。ほら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 これ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 こういう感じになります。わーなんかすごいスイングするみたい。これはこれですごい楽しい。やばいちょっと待って楽しくなってきた。これちょっとカウンター当てながら走っていけるみたいな感じになるんですよね。なんだろうこれうすうす気づいてると思うんですけど私低ミューロがめちゃめちゃ好きでちょっとなんかスライドさせて走るの好きなんですよ。ポルシェドライビングエクスペリエンスセンターとかでもそうだったと思うんですけどこの感じがすごい出る。しかもちゃんとグリップしてる感じなのにほらほらほらわかるほらめっちゃ気持ちいい。やばいすごい楽しい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。非常に楽しかったです。まずニュル感想とそれから本当に素晴らしいなんかそのエクスペリエンスを提供していただいてありがとうございました。で今回その DET 乗らせていただいてやっぱ森園さんの気持ちがすごい分かったっていうかこう最終周回が一番ベストになるからうわおかわりって思うのがすごい分かりました。なんか本当素晴らしい進化だと思うし今回20と一緒に乗せてもらったことによってめちゃくちゃ楽しかったです。ただ今ちょっと斉藤さんから引き継がれて山田さんすごい重責だと思うんですけどこのプロジェクトのトップとして今後その GR ヤリスをどう進化させていかれる予定でしょうか。ありがとうございます。ご質問2面性あると思ってまして、一つ性能面でいうとまだまだやらなくちゃいけないことがたくさんあると思ってますし、大島さんからもすごくいろいろあれもしてほしい、これもしてほしいっていう要望いただいてますので、そこはしっかり進化今のモデルしていきたいなと思います。でもう一つはこの楽しいスポーツカー操る喜びのスポーツカーを今後もずっと続けていかないといけないと思ってますので、じゃあこれから来るような環境規制とかどうやって対応していくのか2030年以降もこのファンな気持ちこのワクワク感をどうやって車にフィードバックしていこうかっていうところを考えているこの2つをやりながら。例えばブレーキのパッドの素材とかで、もうすでに環境対応されているところとかもあると思うんですけど、さらに例えばマフラーであるとか、その排出ガスであるとか、そういうことですよね。そうですね、ブレーキでいうと、ユーロ7が一つ出てきますし、で各地域によって環境規制もいろいろあったりとかしますし、現状やっぱりその環境を支持しようと思うとやはりちょっと性能に影響するっていうものがほとんどなんですか、その素材として。今の技術ではそうです。だけども、それはつまんないよねと強く言われますので、それをしっかり技術革新してしっかり両立できるところが僕の仕事かなと思います。例えばその大島さんが今その環境対応のサプライ品部品に対してここがって思ってるものってあるんですか、明確に。
ぱエンジンパワーの部分なるほど。もう何も手を入れなければどんどんパワーは出せなくなっていっちゃうだろうし、まあ、タイヤのグリップもそうですし、なんでその辺を今からいろいろもう準備して。そうですよね、はい、いやなんかこの私ぐらいのテクニックで乗らせていただいてもやっぱり車がやっぱり安定しすぎてしまっていて、最終的にそのエアロパフォーマンスパッケージに一番最後乗ったんですけど、もうベタ踏めちゃうんですよ。なんかこのサーキットですらも。でそのベタ踏みレベルが全然違うとは思うんですけどこうベタ踏めてしまうと多分お客様はモアパワーモアトラクションでモアやっぱりこう精度っていうことを求めてくると思うんですけど、やっぱりそういうところに対してのそのエンジンはより小さくパワーはよりそしてエミッションは低くみたいなことを求めていかなければいけない。まあ、かなり車の足回りのレベルが今高いので、まあ、正直ちょっとパワーは車の性能に対してちょっと足りてないかなっていうのは。いやシャシー良すぎますよ本当に。めっちゃ良くなってる。なんかやっぱ20一番最初乗せてもらうといやいいやんって思うんですよ。なんか何もいいやん、すごい楽しいし、まあ、一番最初だしサーキットにも慣れてないしでいい感じで遊ばせてくれるし最高やんと思うんですけど、その後やっぱり普通の25に乗っただけでやっぱりうわ全然ちゃうみたいな、ちょっと一段やっぱ大人になるというかね。でさらにそのエアロパフォーマンスになるともっと落ち着いてきて、今度はもうこうどんどんこっちを引き出そうとしてくれるみたいなのがあって、ここがやっぱりこう致しかゆしになってくるというかね。20式の時やっぱ多少まとまりきってない部分があって、ちょっとやんちゃな感じがそういうところからも感じ取れたんですけど、まあ、あれはあれでいいんですけどね。なんかいろいろよく、ね、課題としてたところを直してってやったらすごく車のランクがドンと上がってよくはなったものの、ちょっと上品になってきてる部分がちょっと感じるので、なんかちょっとやっぱ GR カローラに寄ったというか、なんかやっぱ一緒に開発してるからか、目指してるところが一緒なので、ね、味が揃ってきちゃったかなっていう。もうここからもうちょっと人頑張りしてヤリスらしいもうちょっとやんちゃな車に仕上げたいなと思ってますけど。どこですか？ズバリ今ここっていうのあります？まあ、僕の理想では、やっぱせっかく足回りが良くなってきたんで、まあ、パワーだったりタイヤのグリップだったり、まあ、そういったところでもうちょっとやんちゃさを出したいけど、まあ、いろいろ厳しいので、まあ、足回りのセットアップとかでもうちょっとなんだろうな、まあ、今は万人受けするような形になってますけど、まあ、ちょっと T キーさもあえてちょっと演出してみて。ちょっと難しいけどこうまく乗りこなすと速いよねとか、ちょっとヤリスのイメージからするとそういうふうにちょっとシフトしていくのもありなのかなって今ちょっと思ってはいる、まあ、ちょっといろいろ今後試してみたいなと。その LBX モリゾ RR が出てきたことによってそのラグジュアリーっていうところと落ち着きっていうのをこうもう持ってくれたじゃないですか。でさらにその5ドアのこうやんちゃさっていうのは GR カローラが担っていて、そうするとヤリスができることって確かにもっとたくさん出てくるような気がするんですよね。まあそれもいろんな車出してきてるので、お客さんの反応を見ながらちょっとどっちに進んでいくかいろいろ見極めていきたいなと思ってます。ちなみにそのニュルでまあ本当に素晴らしい結果だったと思うんですよね。なんですけどニュルで見えた何か課題点っていうのが今お話しできるレベルであったらちょっと教えていただきたいです。やっぱ久しぶりのね参戦でタフな、しかも今年すごい暑かったじゃないですか。富士24時間で出てこなかったようなネガティブとかも出てきたんじゃないかなと思うんですよね。そうですね。実際にニュルで走ってるとやっぱ車内がとにかく暑かったんですけど、やっぱりもっと車全体的にその風の通り方だったり、まあ、今もう決まった車の中から中にエアロを変えて風と流れをちょっと変えてみたりダクトつけて風抜いてみたりってやるんですけど、本当多分そういうのが分かってきたら本当はもう一番最初の設計の段階からもうその風の流れも計算して設計していったらもっといいものになるんじゃないかなとかもあるし、まあ、DAT で24時間レースなんて今までやったことなかったんで、まあ、DAT になった時に右足ブレーキいるっていうのも正直感じたし、俺もう完全に2ペダル化してもうせっかくハンドル
から手を離さずにずっと集中できてるんだったら足もまっすぐ前に出したまま両方操作できたらもっといいんじゃないかカート方式で、それは左足で乗れる人も乗れない人もいると思うので、賛否いろいろあるとは思うけど、でもニルでこそやっぱそう思ったと、そういうことも考えて作っていってもいいのかなと。確かに。あとは車の性能どんどん上がってきて旋回速度も上がっていって体にかかる負荷もどんどん増えてるので、やっぱもうちょっと、シートそうですよね、ポジションだったり、はい、シフトの位置とかもそうですし、もうちょっとうまく楽に乗れるようにできればいいのかなと。そうです。だから個人的にね、2足に入れるのすごいしんどいんですよ、あの車。で私も腕力はあんまりないので、特に2足に入れるときに3から2に落とすときにうわってなるんですよね。なんかあそこがスコンって入りやすくなってほしいなっていうのがあります。結構多分女性だと特に結構前の方に座ると思うんで、そうなんですよ。前に行くと結構こっちに開かなきゃいけない。そうなんですよ。でそこがまたシートが今度タイトになると多分もっといかなくなるし、であそこがもうちょっと、それがね20だともう全然入んないの。だから本当にシフトミスしちゃうんですよ。であそこだとこうなんか結構直前にいつも覚えろよって話なんですけどバタバタしちゃうんですよね。なんかそこが今本当に女性でも競技されてる方が多くなってきてるし、ラリーとかでもすごい増えてるじゃないですか、女性ドライバー。女性だけじゃなく年齢層がレンジが上がってくると、もうちょっと筋力が落ちてきた方とかでもスポーツ走行しやすいように2足のところはちょっとなんかぜひっていう、今 S 隊の方とかでもいろいろその辺は課題としていろいろやってるので、かなりパワトレのミッションの人たちもかなりいろんなことを僕らに言われていろいろ解析してかなりノウハウも持ってきてくれてると思うので、今もうプラットフォームが出来上がってるので難しいかもしれないですけど、今後いろいろ新しい車作っていくときにはドンとまたレベルの高い車になっていくんじゃないかなと思ってます。そうですよね。自分で施工でこの効果、シラザン50。はい、というわけで今日はですね、こちら袖ヶ浦フォレスト A におきまして GR ヤリス試乗してまいりました。いかがだったでしょうか。本当に実直で愚直な改良が各モータースポーツの分野からちゃんと集結されて知見が生かされていることに本当に感動しました。エアロパフォーマンスパッケージも試乗させていただきました。でこれはスーパー GT 鈴鹿におきましてエクステリアを撮ってきましたので、これと合わせてこの次の動画でお届けしたいと思っております。こちらも大注目です。皆さんぜひですねご注目いただけたらと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。